はい、皆さんお疲れ様です。ゾーリと申します。トリックロジックやっていきたいと思います。久しぶりなんでね、キプレイなんで。どこまでやったかわかんないけど、データはあるんだけど、とりあえずね、最初からプレイしていきたいと思います。練習問題、指さすしたい。音読モードついてるとかいいんだけどね。これ当時ね、面白かったよ。ずっとやってたもんね。無駄にやってたからね。本格ミステリートリックロジックの迷宮へようこそ。一歩足を踏み入れたが最後、トリックを解き明かすまでここから出ることはできません。あなたがここへ持って入れるただ一つの武器、ロジックを駆使して全ての謎を明らかにしてください。健闘を祈ります。今回の有罪判決に対し弁護側は無実の根拠は揃っていると述べ、控訴の検討を表明しています。不可解な点が多く見られたこの殺人事件は世間の関心も高く、本日判決が下った裁判所にも多くの傍聴希望者が訪れました。すみません、駅間違えちゃって。ごめんなさい。どこ見てんだまったく。主張が 100% 認められたわけです。何かコメントお願いします。弁護側は証拠不十分だと主張していますが、正しい判決が下されたことに満足している。早すぎる判決に非難するミスもありません。すいません。被告が控訴するつもりのようです。お前は正しいと信じることだけをしろ。過ちを許すな。か。裁きの今日、冥界へようこそ。切り離されたお前の魂はここで答えを見つけることになる。たった一つの答えを。おっと、大王様のお出ましだ。早速仕事をしてもらおう。謎を解き、真実を見つけ出せ。というわけで、お久しぶりですカカ。はい、久しぶりですね。いい顔してるよね。何がというわけでだ。誰だあんた。まあその通りで。ここはどこなんだ。全然驚いてないな。普通驚くけどね。つまらんやつめ。あんた何者だ。その変な着ぐるみを脱げ。着ぐるみ扱いだから。その閣下の前で言う。顔を見せろ。着ぐるみじゃねえよ。俺はもともとこういう姿なんだよ。ここはどこなんだ。冥界。そして俺は泣く子も黙る冥界の主、閻魔大王です。みんなからは山って呼ばれてます。みんなからってどういうことなんだろう。よろしくお願いします。低いな。冥界？地獄ってことか。お前死んだんだよ。
ビルから落ちてな。まあ正確に言うと魂だけがここに来た。体の方は上の世界の病院に運ばれている。いわゆる昏睡状態ってやつだ。魂が戻ればお前は生き返る。生き返りたいだろう。こんな殺風景なところで永遠に生活するなんてごめんだよな。生き返りたいとか実感が湧かないんだが。大丈夫。ちゃんとやることやってくれたら元の世界に戻してやるよ。天才検事と謳われたお前にふさわしい仕事だ。俺の仕事をうまくこなしたら現世に戻ることを許してやる。仕事？お、食いついたな。やっぱ人間は仕事が好きだな。およし、とりあえずそれ読んでみな。お前が持ってるその本、お前がどれほどのものか軽く腕試しをさせてもらう。その本はここ冥界でアカシャと呼ばれているものだ。アカシャには現世で起こったことが書かれている。こいつはある図書館で起きたちょっとした事件の記録だ。どいつが犯人かお前が推理するんだ。いいな。まずはアカシャの読み方を説明しよう。方向キー左でページを読み進むことができる。方向キー右でページの読み戻しだ。なんて素直。普通に考えたら目の前に本があるからね。どうあがいてもそれめぐれよって言って終わっちゃうけどね。さあ、やりますか。まあ、ね、左でページを読み進むことができて、右で読み戻ることができる。押し続けると高速でページを送ります。はい。まあ、こんな感じで。おい、いきなりかいみたいな。第1章はここまでだ。第2章に進む前に便利な機能を紹介しておこう。まずは推理ファイルだ。推理ファイルには主要登場人物、図解、悟空説明などが随時追加されていく。謎解きに行き詰まった時は四角で推理ファイルを見て情報を整理するといいだろう。怪しいと思ったページには、四角で付箋を貼ることができる。もう一度押すと色を変えることができ、さらにもう一度押すと剥がすことができる。気になるページには緑の付箋、もっと気になるページは赤の付箋と色分けするといいぞ。付箋を貼った場所や各章冒頭に瞬時にジャンプしたいときは LR を使う。付箋が貼れるのは30枚までだからな。うまくやりくりしろよ。それから読んでる時に×を押しっぱなしにすると文字を消すことができる。背景の絵をじっくり眺めたい時は×を押しっぱなしにしてくれ。ただし絵には何のヒントも答えもない。謎を解く手がかりは文章の中だけにあるのだ。ではどうやって謎を解き明かしていくのか。その方法をこれから教えていくとしよう。先を読み進めてくれ。何の躊躇までここまで来ちゃったまあいいか、読み進めよう。高速でね。はい。アカシャは以上だ。このアカシャに従って俺はここで罪人を裁いている。しかし中には厄介なアカシャがあってな。パッと読んだだけでは誰が罪人なのかわからないものがあるのだ。どうだ、お前はこの事件の真相が分かったか？そうだな。頭の中ではなんとなくの答えが出ている。そのなんとなくをちゃんとした形にしてみようじゃないか。お前には新しい力が宿っている。アカシャから怪しげな記述を見つけ出す力だ。その手に持った黒いバラ、そのトゲで魂を傷つけると魂は雫となりアカシャを赤く染める。真実を見抜く心があるならばアカシャは言葉、キーワードを浮かび上がらせるだろう。キーワードを頼りに答えを作り出すのだ。答えを作り出す？そう。アカシャには、長所、タットバンですかね。というものが必ずセットになっている。これだ。まあこれはそのままのね、長所1。まあ長所ってそのまま読むけど、これは。刑事はある場所に犯人の名前が残されているのを発見した。
その場所とそこがどのような状態だったのかを示すひらめきを一つ示せ。はい、この長所を完成させ、ようやく裁きを下せるようになる。ひらめきを一つ示せと書いてあったな。アカシャに書かれたキーワードを推理すると様々なひらめきが生まれてくる。そうして生まれたひらめきを使って長所を完成させる。それがお前の役目だ。ただし生まれるひらめきのどれが正しいわけではない。中にはまことしやかな嘘のひらめきもあるだろう。惑わされないように注意してくれ。ではこれからお前に謎解きを挑戦してもらう。謎解きの前提として、1、本に書かれていることは全て事実。ただし犯人は嘘をついている可能性がある。1、動機の強い弱いは重要ではない。1、トリックや犯人は超能力や宇宙人など超常的な現象によるものではない。我々冥界の住人も現世の事件には一切関与していない。以上を踏まえた上で長所に示すひらめきを見つけ出してほしい。キーワードを頼りに答えを作り出し、長所に記述すべきひらめきを見つける。あと本文中でセレクトを押すと簡単な操作説明を見ることができるぞ。詳しい操作説明を見たいときはスタートでシステムメニューを開いて遊び方を見てくれ。操作説明のほか謎解きのコツなんか用意してあるから一度目を通しておくといい。はい、やっていきましょう。本当にこれだったらね、はい、まるで、本文中のピンクの色キーワードを浮かび上がらせることができます。浮かび上がらせた状態で、左右で選択し、丸を押すとキーワードを覚えることができます。なんつったっけまあ付箋でねこうやってやれるんで、図解とか図解だとこうやっていろいろ見れるんだけど、でまあ説明本当にあるからね。本当に警察医とか、ね、室外機なんかもあります。で重要人物はこんな感じで、すげえ大雑把だよね。今見ても思うよ。でキーワードはどうやってやるんだっけ。こうか丸だったね。ここだけ食われているとっていう感じですね。じゃあ読んでいきましょう。視聴覚室に入った途端、むっとした熱気と血の匂いが押し寄せた。冷房の効いた手前の閲覧フロアとは違い、この部屋にはまるで蒸し風呂のように暑い。すみません、ここだけ空調が壊れておりまして、他の部署は問題ないのですが、刑事の後ろからついてきた図書館員がハンカチを手元を押さえながら頭を下げる。部屋の隅に男の死体はあった。うつ伏せで事切れている。頭部に数箇所殴られたような跡があり、傷口から流れ出た血が白いリノリウムの床を赤く染めていた。殴打の跡が数箇所あることから、どこかに頭をぶつけて自傷したとは考えにくい。死体のすぐそばにドアがあり、ドアの中央には高さ180センチ、幅20センチほどのガラスのスリットが入っている。このドアは刑事が図書館委員に尋ねる。その向こうはライブラリー室です。閲覧フロアの方から出入りできるのですが、一応ここからも行き来できるようになっています。ビデオや CD のライブラリーはこっちの部屋にはありませんので。ドアのスリットを覗くと大きな棚にビデオテープや CD がずらっと並んでいるのが見える。刑事はスリット越しにライブラリー室を見越して、首をかしげた。一体何を指し示そうとしたんだ。どういうわけか被害者の右人差し指がドアのガラススリットに押し当てられているのだ。まるでスリットの向こうの何かを示そうとしていたのかしたか、あるいはそこに何かを書き残そうとしたかのように。おお、間違えちゃった。まあ推理するとね、これは後でいいや。はいはい。まあ下を押すと長所とかでいけるっていうだけなんだよ。こうやって。次に刑事が目をやったのは、外の景色が見える大きな両開きの窓だった。外には田畑が広がっていて、10メートルほど先には線路がある。もしや電車の車窓から犯人を目撃した者がいるのではと思ったが、ここは6階だ。あまり期待はできないだろう。それはできねえよな。窓の下に
窓の下の床に数滴の血が落ちていた。被害者は窓のそばで襲われ、ライブラリー室でドアに向かって倒れ込んだように思われた。で、第2章、2人の容疑者。その後、警察医が検視を行い、死亡時刻は午後1時から2時の間と推定された。その間に視聴覚室を利用したのは被害者のみで、隣のライブラリー室を利用したのは2人だけだった。1人は黒木という男。12時20分から1時20分までの1時間、殺害現場の隣のライブラリー室を利用していた。ずっと本を読んでいたらしい。刑事はまず、黒木をライブラリー室に招き入れ、尋ねた。あなたはここにいたとき、隣の視聴覚室で不審な物音を見ませんでしたか？さあ、読書に集中していましたから。ちなみに読んでいた本は分厚い少年漫画誌3冊。すべて読破するつもりだったが、途中で体が冷えすぎて中断、エアコンを切ってそのまま部屋を出たという。もう一人は白井という男。1時40分から2時ちょうどまでの20分間、ライブラリー室の利用していた。列車のビデオを撮っていたんです。ここ列車撮るのにいいんですよ、アングル的に。言いながら、ネックストラップにぶら下げた重そうなデジタルビデオカメラを大事そうに持ち上げる。念のため、中のデータを確認すると、列車が往来するビデオ映像が約20分間収められていた。不思議な物音や映像は記録されていなかったが、冒頭に数秒だけ汗だくの白井が窓を開けている姿が映っている。エアコンつけなかったんですか？当然でしょう。せっかく列車の走行音がうるさいエアコンのエアコンの音にかき消されてはたまりませんからね。確かに窓を閉め切っても室外機の音は部屋の中に響いてくる。窓を開けていればなおさらだろう。白井を退出させた後、刑事は一人ライブラリー室に残り、ぐるりと周囲を見渡した。閲覧フロアに面した視聴覚室とライブラリー室のドアには窓がないので、外から中の様子はわからないようになっている。わからないようになっている。黒木か白井のどっちからかなら、誰の目にも触れず犯行に及ぶことができたはずなのだが、その時、刑事は思いもよらぬものを発見した。死体の確認をした時には確かになかったものである。そうか、あいつだったのか。そこには犯人の名前がはっきりと残されていた。っていうのが、文章ですね。赤社に残された、内容ですね。で、これで、推理し、謎を選び、で、ひらめきをやって、ひらめきのどれかが長所の中に入れるっていうゲームですね。問いは2つありますけど、2つあるんだよね。犯人の名前と、ひらめきが必要なんで。じゃあ、やっていきましょうか。順番にいけば、こんなものは片っ端から推理とはと思うかもしれないけど、結構これでもね、やれるんだよ。違う。はい。で、推理実行やっていくと、ここから謎が一個一個出てくるんだよね。はい。こうやって。入り口はで、犯人はどこから逃げた？こうやって謎がいろいろとね、出てくるので、これをね、順番にやっていくということかな。まずはね、こんなもんはすげえ頭悪いことやってるよね。なんて非効率なことをやっているのか。でもね、こうやって今組み合わせると、別の謎がこうやって出てくる。こうやってね。最初はこんなんでいい。はい、来た。で、謎と、ヒント、赤社のね、ところから来るとこうやってひらめきが出てくるんで、それを一つ一つ、作っていって、最終的には正しいものをやる。これで言うんだったら、ライブラリーを示した。被害者が何かを示そうとしていた。指を指す先はライブラリー室の中にである。目につくものといえば、大きな棚のビデオテープや CD しかないっていう感じですね。はい。謎。で、一番わかりやすく言うと、この謎っていうのを上にやると、ここに出てくるのね。で、これでね、三角を押すと、これをロックできる。ロックするとどういうことかっつうと、ちょっと待ってね。
さっきこうやってやっていくとキーワードがどんどん消えていったと思うんだけど、ここで推理実行してやるとロックしたやつはこうやって残るんだよね。なので、これでやっていくって感じかな。一個一個謎をやっていく。で、一番わかりやすく言うと漫画どこだ。これでいけるはず。こうやって。で、謎と抜粋漫画でやるんですけど、少年漫画で狂気は少年漫画史。そりゃ無理だろうって話だね。普通に言うけど。っていう感じで、進めていきます。まあ、一番最初は実を言うと俺もね、これ、覚えてるんだよね。覚えてるんだよね。まあこんな感じです。ええんかいって話。だって動画書いてもこれしかないよね。凶器はビデオカメラだった。被害者は頭部を数箇所殴打されていた。犯行に使われた凶器は一体何だろう。白井が所持していた重そうなデジタルカメラが凶器として使われた可能性があるっていう、こんな感じで少しずつやっていく感じですね。で、まあこれは全然関係ないんで。そう。問題になるのは、はいはい。これは、何でもいいんでね。まあ、ある場所に犯人の名前があったということは、さっき、これ、ダイイングメッセージっていうのがあるけれど、まあ、これロックして、まあ、知ってる人は知ってるだろうけど、ここでね、これをやっておくと、はい、ガラスの面にメッセージ確認は、もし犯行時ライブラリー室のエアコンが作動していたならば、エアコンが壊れていたならば、視聴覚室の間に温度差が生じる。この温度差によってガラス面が曇ったため、被害者はメッセージを書き残すことができたと考えられるっていうことですね。まあその通りだね。そう。じゃあ示してたんじゃないねっていう話なの。ってなると、まあ大抵分かってると思うけど、はい。つまり、ライブラリー室が曇っていやがったってことね。ということは、こうだっていうことな。ね、これさすが練習問題。こんなんでいいのかって言われたら、はい、こんなんでいいです。最初ぐらいは。要はこれの繰り返しでやっていって、最終的に、長所完成。で、レッツゴー。検証開始。はい、練習問題指さすしたい解決編。ダメだったら戻ってきちゃうからね。解けたぞ。聞かせてくれ。その前に長所の問いを確認しておく。長所の問いはこんなものだった。刑事はある場所に犯人の名前が残されているのを発見した。その場所とそこがどのような状態だったのかを示すひらめきを一つ示せ。そうだ。それを示す具体的なひらめきが必要なんだ。これはこれからお前が挑む赤シャードでも同様。長所の問いにぴったりとマッチするひらめきが必ずある。その答えを見つけ出すんだ。それはこれだ。はい、さっき言ったね、ガラスが曇っていたってことですね。長所の問いにある場所というのはドアのガラスのことだ。そしてその状態とは曇っていたということだ。ドアのガラスが曇っていたことが一体何の証明になるんだ。エアコンが壊れていた視聴覚室はずっと暑い状態だった。もし隣のライブラリー室が涼しい状態であれば、視聴覚室側のドアの窓ガラスは結露して曇る。曇ったガラスに文字を書くことができる。被害者が指先をガラスに押し当てたのは、ここにダイイングメッセージを残したかったからだ。なるほど。ドアのガラスが曇っていたことで被害者はダイイングメッセージを残せたわけか。しかし刑事が現場の検証した時にはダイイングメッセージなんてなかったじゃないか。それは2つの部屋の温度差がなくなったからだ。白井はエアコンを作動させていない。それは彼が撮影したビデオ映像から明らかだ。ライブラリー室は白井が入室した後からずっと視聴覚室と同じ暑い状態だった。
2つの部屋に温度差がなかったことは現場を調べていた刑事の行動からもわかる。刑事は視聴覚室側からライブラリー室を覗き見ているということは、その時ガラスは曇っていなかったということだ。もちろんダイイングメッセージも聞いていた。しかしその後、刑事が黒木と白井の事情聴取をした時、ライブラリー室のエアコンはつけられていた。メッセージは再び浮き上がり、ようやく刑事もそれに気づいた。犯人は黒木だ。彼以外に考えられない。けお見事じゃねえよ。俺カッカ言ってほしかったな。完璧に正解だ。さすが天才と言われるだけのことはあるな。その推理力もさることながら、新しく宿った力もスムーズに使いこなせている。だが本番はこんなに簡単に解けるような代物ではないぞ。謎解きに失敗すれば調書の作成に戻って一からやり直しだ。調書の内容をあれこれ変え、繰り返し解決編で答え合わせをする。間違え考え直し、また間違えの繰り返し、何度も何度もやり直すことになるだろう。そこで解決編では超早口モードを用意した。超早口そう、超早口。丸を押しっぱなしにすれば、キリのいいところまで超早口で会話を進めることができる。解決編を何度もやり直すときにこのモードは役に立つ。便利だぞ。試しにやってみろ。さあ、丸ボタンを押しっぱなしにするのだ。ここからさ、早口語なんだけど、本当にね、なかなか面白いこと言ってんだけど、これ、丸ボタンを押すとマジで飛ぶんだよ。はい。こんな感じ。わかったかわかった。大丈夫だ。わかった。しかし何度も何度も解決編をやり直すのは大変だ。ここでお前にちょっとした謎解きのコツを教えておこう。第一にアカシャの文章をよく読むこと。これは基本だな。次に謎をなるべくたくさん集めるようにすること。これね、確かにその通りなんだけど、最後の方はね、集めすぎるとね、もう何やったか分かんなくなってくるんだよ。マジで本当に多すぎて。キーワードとキーワードで推理して謎をバリバリ出していく。ある程度謎が出揃ったら、その謎をじっくり吟味する。吟味する吟味合ってる。そしてこれぞと思う謎に的を絞って、謎プラスキーワードで推理を進める。経験上このやり方が最もやりやすい。よく読む。謎をできるだけたくさん出す。そして謎をよく吟味して的を絞る。そうこうするうちに、あっとひらめく気持ちいい瞬間が訪れるだろう。なるほど。付箋、キーワードや謎のロック機能、超重要度別の並べ替えなんかうまく使えよ。操作がわからなくなったときは、本文中でセレクトを押すか、スタートを押してシステムメニューの遊び方を見るといい。ああ、わかった。ところでさっきの早口言葉だが、最後の方少しとちってなかったが、これよーく見るととちってるよ。とちってねえよ。明らかにとちっていたと思うが、とちってねえってば、勢いでごまかしただろう。なんだよ、もう細かいことを気にするやつだな。じゃあ本当にとちってたか確かめてみようじゃないか。これまでの会話は全て記録してある。方向キー上を押して確認できる。確認してみろ。方向キー上で。やっぱりとちってるじゃないか。早いな。これね、バーってやると、さあどこだっけな。どこだったっけ。ここら辺からだよね。こんなもん読んでらんないよ、もう。カッカにやってもらいたかったな。やっぱとちってるじゃないか。本当に細かい男。まあそれくらいの観察力があれば本番の謎解きも案外スムーズにいくかもな。期待しているぞ、名探偵。探偵じゃなくて検事だから。検証終了。練習問題、指さす死体、勘。まあかなり最短距離で行ったからな。
はい、セーブします。新しいストーリーが選択可能になりました。はい、出てきましたね。これで全部です。なげえな、これも本当に。じゃあ、とりあえずいい時間になったんで、まあね、随時更新していくと思いますんで、まあよかったらまた見てください。次は盗まれたフィギュアですね。それじゃあ、また。